さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、セーブデータの管理についてです。Unity の標準的な機能を使用する場合だと、プレイヤープレフスで簡単にデータを保存できますが、扱えるデータの種類が少なかったり、大量のデータ保存に向いていないなどのデメリットがあるので、セーブデータとして使うには弱い部分があります。ということで、今回はメモリーパックというライブラリを使用して、セーブデータを管理する仕組みを作成してみます。メモリーパックは C# 向けに最適化されたシリアライザで、高速に動作するので、データの保存や通信などで使用されているようです。メモリーパックには Unity 向けのパッケージが用意されているので、Unity のプロジェクトで使用することもできます。ということで、まずはメモリーパックを導入するところから始めてみます。メモリーパックは NuGet 経由でインストールするので、Unity で NuGet パッケージを管理するツール、NuGet for Unity を使用することにしました。NuGet パッケージの保存先については、デフォルトだとアセットの中のパッケージフォルダになっています。インパッケージフォルダーに変更すると、アセットの中ではなく、Unity のパッケージ管理用フォルダーに保存されるので、今回は設定をインパッケージフォルダーに変更しました。これで NuGet for Unity を導入することができたので、続いてはメモリーパックをインストールします。上部のメニューから NuGet パッケージを選択します。メモリーパックで検索すると一番上に表示されるので、メモリーパックをインストールします。サポートされている Unity のバージョンは2022の3以降ですね。これでメモリーパックの本体はインストールできたので、続いては Unity 用のパッケージを導入します。上部のメニューからパッケージマネージャーを選択します。メモリーパック Unity は Git URL を使用してインストールします。Git URL を選択すると入力欄が表示されるので、公式リポジトリに掲載されている Git URL を貼り付けます。とりあえずは Unity でメモリーパックを使用する準備が整ったので、続いてはセーブデータを管理するスクリプトを作成します。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルでは楽曲ごとのスコアやクリア状況を保存するセーブデータを作成してみます。メモリーパックでシリアライズするデータについては、メモリーパッカブルと記述してパーシャルクラスにする必要があります。今回の場合だと楽曲ごとの成績を保存したいので、ディクショナリー型を使用することにしました。楽曲 ID をキーにしてスコアやランクを保存する感じですね。今回のサンプルでは記述していないのですが、将来のアップデートでセーブデータの構造が変わるかもしれないというような場合は、
セーブデータにバージョン情報を持たせておくと安全に対応できます。セーブデータを読み込むタイミングでバージョンを確認して、古いバージョンであれば最新の構造に変換するというような処理を追加する感じですね。ここからはセーブ機能本体のスクリプトを作成します。ゲームを初めて起動した時点ではセーブデータが存在しないので、初期化済みのデータを作成する必要があります。今回の場合だと楽曲のスコアをすべて0にして未プレイの状態にする処理を記述しました。セーブデータを保存する処理ですね。メモリーパックを使用してセーブデータの内容をバイナリ形式に変換します。バイナリ形式で保存するとデータサイズが小さい、処理速度が速いというようなメリットがあるので、セーブやロードの時間を短縮できます。今回のサンプルではデータの保存をアトミック操作にしました。一時ファイルに書き込んでから本体のセーブデータと置き換えるので、書き込みの途中でゲームが強制終了しても本体のセーブデータが壊れにくくなります。今回の場合だとスコアが確定した後にセーブするので、矢印のような感じでデータを保存しています。セーブデータをロードする処理ですね。データが存在しなかったり壊れていた場合は初期化済みのセーブデータを作成します。正常にデータを読み込めた場合はスコアやランクなどの情報をゲームに反映させます。とりあえずはメモリーパックを使用してセーブとロードの仕組みを作成することができたので、エディター上で動作を確認してみます。メモリーパックは MIT ライセンスなので、オプション画面にライセンスを表示するボタンを用意しました。セーブデータを保存するためには1曲遊ぶ必要があるので、まずはゲームを開始することにします。セーブが実行されるリザルト画面まで進めます。オートセーブが実行されました。セーブデータが保存されたので、ゲームを終了して再起動します。先ほどのスコアが保存されていますね。ということで、本日はメモリーパックを使用してセーブデータを管理する仕組みを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。